じゃあ偏差値65を超えてる子らがね、じゃあ黙って小麦粉食べたら死ぬとか言うてるアホな話聞くか言うたら聞かんでしょうよ。僕は三島由紀夫と神谷宗平を比べるのが三島由紀夫にとって失礼だということを言っているんではないんです。そもそもあなたは三島由紀夫を知っているんですか？これが三島の本質なんです。東大に神谷宗平が来てなんか話をしようとしたことを、その三島由紀夫 VS 全教頭をなぞらえて佐々木俊直みたいにアホみたいに言うやつがおったら、お前は間違ってる、なぜならば菅野保のように変態ではないからって言ってあげてください。タイトルでもう全ての説明が終わってるんですけども、この動画は、昨日話題になりました東大皐月祭に対する、爆破予告メールおよび、神谷宗平の東大公演に対する、芝木隊左翼の抗議活動そのものが存在しませんよということをお伝えする動画です。そんなものはないです。で、結論から言うと、もうなんかもうツイッターだけ見てるとなんか大騒ぎみたいになるけど、別に大騒ぎでも何でもないしね、普通の話ですよ。よう考えたら分かりますよ。そんなもんお前小麦粉食べたら死ぬ言うてるやつ、東大生が講演してくれるないうのは当たり前でしょうがよ。いや、その芝木隊がどうとかね、左翼がどうとかっていう前に、東大の中にもそら参政党の人に来て話してもらおうと思うやつもおるかもわからんけども、まあそら偏差値65以上超えた人間が、いや小麦粉食べたら死ぬ言うてるやつが人前で喋ったらあかんやろうと思うのは普通の話ちゃうの。いや、そもそもの話としてよ。いや、その右翼やからあかんとか差別やからあかんとか、そのはるか前の話としてですよ。じゃあ偏差値65を超えてる子らがね、じゃあ黙って小麦粉食べたら死ぬとか言うてるアホな話聞くか言うたら聞かんでしょうよ。暴力的な衝動を東大生が持っていててね、集団リンチにかけようと言うんであればそういうこともあるかもわからんけれども、普通考えたらサザンが9と言える人は参政党の話なんて聞こうと思わないわけですよ。ね、ジャンボタニシで米作れるとか言うてるような気違いの話をね、そもそもそのエセ科学の話を聞こうとしないわけですよ。いや、朝原将子を読んだっていう事例があるんです。朝原将子を呼ぶことがええことが悪いことか言ったら悪いことですよ。悪いことですが、朝原将子を読むのはわかるんですよ。だって最初から科学ではない、学問ではないって言ってんねんから。最初から科学ではない。これは言論ですらない。関連体系である。宗教である。という人を読んでるわけですから。僕は朝原将子を読んだことはいいと言ってるわけではないですよ。朝原将子みたいなやつを呼ぶというモチベーションが湧くことがわかると言ってるだけです。で、かたや神谷宗平は、それは科学の世界であって、真実の世界であって、客観的な証拠があるという状態で、小麦粉食べたら人は死ぬとかね、ジャンボタミンシで米が取れるとかね、波動米がどうとかね、何でしたっけ、なんとか草の湯がええとか言うてるわけでしょ。それはヘイトスピーチ以前の問題ですよ。すなわち平たく言うと、いやサザンは9なんですよと。でしかしね、僕はサザンが9という科学体系そのものに価値を置いていなくて、科学体系とは別の精神の世界があって、僕はその精神の道を説く宗教をやってます。僕の話を聞いてくださいっていうやったらわかるでしょうよ。でも参政党はそう言うてないからね。お前らサザンが9や思ってるけど、サザンは8やからって言うてんねん。誰がそんなやつの話聞くねん。で、昨日あったことというのは、誰がそんなやつの話聞くねんっていう人が、普通に賢い子がアホな話聞きたくないという東大生がおったってだけのことです。それは差別とか右とか左とか、うんぬんかんぬんの前に、当たり前のことやと思うんですよ。アホ呼ばんといてくれ言うてるわけですよ。繰り返しにありますが、朝原将子を読んだことはいいとは言ってないですよ。ただ朝原将子は、その科学の体系っていうのはあるんでしょうよ。僕は知らないです。あったらそれでよろしいがな。でも僕はそれとは違うところで勝負してるんですっていう人やから読んだ。でも、参政党の言うてることは違うでしょ。右とか左とかの前に。科学はこっちや言うてんねん。小麦粉食べたら人が死ぬっていうのが科学や言うてんねん。
ジャンボタニシで米が育つというのが科学や言うてんねん。これは本質的に違うでしょ。それは右とか左とかの話じゃないんですよ。で、結論なんですけど、さすがやなと思ったんです。普段そんなにさすがやなと思わんのですけれども、いや、こういうことですよ。ひろゆきが一番正論言ってました。ひろゆきの言う通りです。もうこの通りです。大学の研究を否定しながら大学のイベントには出演したいとか意味がわからんって。嘘です。この通りです。この通りですよ。従来の科学を否定するやつが、なぜ学問の府で講演したがるねん。もうこの通りでしょ。大学の研究を否定していながら大学のイベントには出演したいとか意味はわからんって。ほんまその通りですよ。ただそれだけのことなのにもかかわらず、特にツイッターを中心に、ツイッターは最近田舎の弱者のオナニー装置になっているので、田舎の弱者の皆さんが左翼がしばき隊が言うてます。そんな事実はありません。なぜならば、現場にいた人がしばき隊を目撃していないからです。以上。藤倉義郎のレポートを読みましょう。藤倉義郎がツイッターに書いてました。東大殺気隊しばき隊がとか言うやつが湧いてくるんだけど、しばき隊なんてものは来ていなかった。建物内で座り込みをしてた学生に後で聞いたら、10人ちょっといた座り込み学生大半が東大生とのこと。日頃差別外線などへのカウンター活動をしている人たちは交流もなく、同様の活動もしていないとのことでした。当日カウンター系の人たちは抗議活動を敷地外のみにしていて、座り込み学生たちは外で抗議活動が行われることは知らなかったそうで驚いた様子でした。そんな感じで建物内での座り込みとカウンター系の抗議活動は別物で、やってた人間も別。カウンター系の人たちも建物には入ったけれど、そこでは抗議活動をせず、座り込み学生たちの主張や現場の状況を確認したり、水の差し入れをしたりしていただけ。どう拡大解釈しても妨害とは言えない。そもそもしばき隊じゃない。学生による座り込みも差別やデマを持ち込まないという誓約書への署名を求めて廊下や階段に居続けただけで、教室の鍵を開けなかったのは皐月祭のスタッフたち。階段手前に立ちふさがって封鎖していたのも座り込む学生ではなく、皐月祭スタッフと参政党。僕もその場で知らなかったんだけど、その時点で右往の衆、読んだやつらね、右往の衆に爆破予告メールが届いていたようなので、結局封鎖も中止も無価告票のせいだったんじゃないかな。座り込み学生もカウンター系も神谷の講演を中心させる実力行使はしていない。抗議の意思表明をしていただけ。以上です。普通の話。で、藤倉義郎は現場の様子をなぜ客観的に書けるか言ったら、カメラ回してるからです。で、藤倉義郎のカメラに載ってるものが、後に順次公開されていきます。あなた方今、しばき隊が左翼や言うてる人たち、後で恥かくから言うのやめた方がええと思うよ。物的証拠が後から映像資料として出てくるよ。学園、そもそもね、なんか俺もすんごい気に食わんのはね、しばき隊おらへんかったんよ。で、外部の人間が言うてんねんけど、外部の人間いるに決まってるやん。学園祭やねんから。学園祭ってのは大学に外部の人が来るイベントです。学生証持ってる人間しか行けない学園祭なんてありません。むしろ学園祭の日は学校の中に大学の外の人の方が多くなります。で、大学というのは基本的に普段からも外部の人が入っていい場所ではありますけれども、学園祭はより門戸が広がってます。だから、学外の人がいっぱいいるのは当然です。当たり前です。中学校や高校の学園祭、文化祭もそうでしょうがよ。言わんや大学をや。なので、しばき隊はいなかったし、共産党もいなかったし、外部の左翼も来てないけれども、外部の人間が来てないというのが事実だけれども、もし来てたとしたとしても、何ら問題がないです。だって学園祭だから。You know what I'm saying? しばき隊も共産党も左翼も来てない。それが事実です。が、余震は、それがしばき隊だろうが、しばかれ隊だろうが、左翼だろうが、右翼だろうが、共産党であろうが、日本保守党であろうが、外部の人が来てることそのものは何ら問題ありません。だって学生祭だから。以上。解散。この話はこれで終わり。
ほんまにこの話はこれで終わり。あと引っかかるのはね、こっから先はたもっちゃんの専門領域なので、専門家として言うておきます。神谷宗平が東大に来たことを朝原将校となぞらえるのではなくて、70年代安保の頃の全教頭が、東大全教頭がどうであったかっていうことを全く知らないね、田舎者たちが、東大全教頭というものを勘違いして、今回の神谷宗平が来ようとしたことを、三島 VS 全教頭になぞらえてるんです。アホなんちゃうんかなと思うんですが、これだけちょっと論評しておこうと思います。ツイッターではもう一言だけ書いたんですけどね。その筆頭がこの佐々木俊直という古事記です。東大5月祭での参政党の講演を左派が阻止しようとし、騒ぎが拡大している問題。かつて1969年、東大全教頭が現在の参政党以上の右派で行動主義者だった作家三島由紀夫、うんぬんかんぬんって書いてるんですが、行動派って何？いや、一緒にすんなって言うてるわけじゃないんです。そもそも三島由紀夫に対する、三島由紀夫及び三島 VS 全教頭として後まで今日まで語り継がれるあのイベントをあなたは本当に知っているんですかということを問いたいの。僕は三島由紀夫と神谷宗平を比べるのが三島由紀夫にとって失礼だということを言っているんではないんです。そもそもあなたは三島由紀夫を知っているんですか？およびあなたは芥田さんとかが出てきた三島 VS 全教頭というイベントを知ってるんですかということを知ってるんです。知らんでしょ？あの時の三島由紀夫がいかに滑稽で惨めかを知らんでしょ？なんか東大 VS 全教頭って写真見てるから、何十人という何百人何千人という左翼学生に三島由紀夫が一人で立ち向かったみたいに見えてるでしょ？写真しか知らんから。三島由紀夫ものすごい情けないよ。あそこで三島由紀夫がやったことは学生に対する媚び、学生に対する人気取り、学生の乳を触りに行く行為です。笑われ者になりに行ってるんです。三島由紀夫があそこでやったのは、いや、乳を揉むってのは媚びを売るということね。どうや、気持ちええか、気持ちええか、気持ちええかしかやってへんねん、あいつ。媚びてるの。三島由紀夫が。徹底的に媚びてるの。で、媚びて情けないから、前後に、当時の週刊誌を読み返してみると、今倉庫にあるから出せない、死んだ後の週刊誌しか出せないけど、出せるのは、死んだ、その週の週刊誌しか出せないけど、東大 VS 全教頭があった69年当時の、三島 VS 東大全教頭があった69年当時の当時のやつを見ると、みんなが、おい、三島大丈夫か言うて、当時の現役の文化人たちが、おい、三島ちょっとかっこ悪いぞって言うて、読んで対談企画いっぱいあるねん。で、三島は後付けで、俺があそこでああいうことをせえへんかったら、学生運動を自民党政府が弾圧しようとしてると。で、それで、もし学生側に死者が出てしまえばね、収まりがつかなくなると思ったから俺はああいうことをしたんだとしか言ってないの。全教頭の連中って、めっちゃ賢いから、三島ごときを、もう、秒殺できてるのよ。で、現に秒殺されてんねん。三島は、論理の上では。だってバカなんだもん、三島。論理的には瞬殺してるの。だから三島があそこで言うてんのは、僕は君たちと対抗するつもりはないとしか言ってないのよ。ケチョンケチョンに負けてんねん、三島は。で、笑わそうとしてんねん。下ネタとか言うて。で、三島はほんまにピエロになってんねん。ただ、俺らみたいな三島ファンっていうのはどういうことかっていうと、新潮の三島を読まず、ちくま文庫の三島を読む、本当の平岡君武ファンからすると、だから三島はかっこいいになるのよ。うわすげえ、笑われに行ってる、みたいな。そこまで言って委員会の田島陽子状態やって。なぜかというと、当時の三島由紀夫というのは、勃起ができなくて、射精もできなくなった自分のこのリビドーをどうしようかしか考えてなかった。当時の三島のテーマは読めばわかるけども、もう勃起しなくなったと。仮面の告白の時にね、授業中に美男子を見て千釣りをこくという小説ですよ。仮面の告白というのは。僕が常に言ってるように、三島由紀夫の最高傑作はデビュー作の仮面の告白なんです。仮面の告白以外の三島の小説は仮面の告白の焼き直しでしかない。
仮面の告白をかけた頃の16歳の自分の才能に勝てない30代の三島、40代の三島が苦しんでるというのが三島の作家人生です。で、仮面の告白を読んでみるとわかるけども、仮面の告白が今でもすごいのは、病弱で引っ込み思案でおばあちゃん子で外で遊ばしてもらわれへん占い病炭みたいな状態で中学生になった男の子が性の芽生えがあって、その時に目の前に筋骨隆々たる美男子を見た時に性的興奮を覚えて授業中に線ずりを越えてしまいましたという小説です。あの小説は。で、授業中に先生に隠れて、周りの生徒に隠れて、斜め前の席に座ってる美男子の横顔を見ながら線ずりこくんですよ。で、それの描写が素晴らしいの。そこの性的興奮に至る仮面の告白という小説は。てかね、仮面の告白だけでいいから、三島は。てか、ミニマム、てか、戦後文学史上最高やと思うよ、俺は。仮面の告白は。やと思うよ。てか、絶対本屋に置いてるから、今すぐ本屋行って買って読め。すごいのよ。で、これ16歳の時に書いてんねん、三島は。で、これに勝てない、強いて言うと俺はもう一個の青の時代も好きなんですけど、青の時代も好きなんですが、仮面の告白の方がやっぱね、なんです。で、16歳の時に書いて、三島の残りの人生というのは何をやっても16歳の時の自分に勝てないという心銀の連続なんです。だから三島が本気で小説を書くと面白くないの。で、三島で言うとね、例えば、大阪の人興味ないと思うけども、大阪で今歌舞伎やってます。岩し売りっていうのが、松竹座の御前の部にかかってますけれども、岩し売りってあれ、三島由紀夫の脚本なんですね。三島は小説以外が全部面白いんです。小説じゃないと多分肩の力が抜けるんだと思うの。歌舞伎の脚本めちゃめちゃ面白いんですよ。で、オペラの脚本もめちゃめちゃ面白いの。午後の栄光とかね。で、おのおの脚本も書いてるし、いろんな脚本書いてる脚本めっちゃ面白いのよ。三島は。で、何よりも面白いのは、明星とか平凡とかの中学生高校生が読む週刊誌の人生相談。今で言うたら北方健三がプレイボーイでやってるような人生相談を三島由紀夫がやってたの。それが面白いのよ。でも小説全部つまらない。もう芳醇の海4部作とかもう俺大人になって読んでるやつ見たらお前アホちゃうかと思うもん。で、三島のその本気出してない仕事っていうか小説以外の仕事は身長から出てないんですよ。三島の肩の力抜いた仕事は千曲文庫から出てるんです。で、千曲文庫に所集されているレター教室とか、不道徳講座とかはもう最高に面白いです。何にも考えてへんから。で、身長から出てるやつは、三島が仮面の告白を抜けない20代の三島、30代の三島、40代の三島を追っかけるだけなんで、全然おもろないのよ。レター教室なんか最高に面白いよ。一応レター教室も小説なんだけど、小説といえば。で、特に40代後半になった、三島の年齢って覚えやすいんですよ。あの人昭和元年生まれなんで、年齢イコール昭和なんですよ。だから覚えやすいんですけど。で、三島のね、だから後年、例えば東大全教頭のこの写真とかでしか知らんわけですよ、佐々木俊直とかは。いや、これ見てると三島がね、こうやって組んでね、何千人といる左翼学生を論破したみたいに見えるけど、逆。三島はおもちゃになりに行ってんの。で、おもちゃになったの。勝てると思って行ったらもうケチョンケチョンになったの。あけぼの状態です。で、カッコだけつけてるわけですよ。で、そこでボロボロになっていく美学というのは、俺らみたいな、千釣り大好き三島由紀夫くん、千釣り大好き平岡君武くん、三島由紀夫の本名平岡君武なんですけど、千釣り大好き平岡君武くんが可愛いなって抱きしめられてしまう、俺らみたいな変態は、そこで東大全教頭にボロボロにされてる三島を見て、やっぱ三島かっこええなと思うわけですよ。だから心境としては神取忍ファンです。ボロボロになっていく姿がかっこいいっていう。で、それ以外、三島 VS 全教頭に、三島を褒める要素はないんです。で、しかしそこで東大、普通の健常者が東大 VS、三島 VS 東大全教頭を見たら、三島かっこ悪って思うはずなんですよ。あれを見てと思うのは神取忍ファンみたいに、ボロボロだからかっこいい。
負けてるからかっこいいって言える俺らだけなんです。俺らだけなの。でね、三島由紀夫、これね、詐欺師入門です。三島由紀夫のこういう写真だけ、これね、三島由紀夫はね、フォトジェニックではあるわけですよ。フォトジェニックではあるわけ。だから、スチールの写真で見ると、さも三島がすごかったみたいに見えるけど、ほんまに情けないの、心の三島は。もうね、単なるアホの田舎のおっちゃんなんです。こいつほんまに東大大蔵省やったんっていうぐらい頭悪いんですよ、この時の三島。フォトジェニックだから写真が残ってるだけだけど、動画で見たらもうケチョンケチョン。芥田さんの圧勝。芥田さんの圧勝です。左翼の圧勝です。で、負けてんの分かってるから下ネタで笑い取ろうとするし、で、学生たちも下ネタで笑い取ろうとしてるからもうほんましょうもないなみたいな感じになってるし、全然盛り上がってないし。ただただ芥田さんだけがかっこええというのが、実態です。だから、佐々木俊直がこんなことを書いてんのは、知らんから書けるんですよ。というか、この69年の学生運動がこのタイミングでどうなってたかさえ知らんわけですよ。見てへんねんて。で、この時、早稲田で鈴木邦夫が中核派と喧嘩してたこととか知らんねんて。見てへんからこんなこと書けんねんて。見てへんねんって。映画見たらしまやのに、身長からテープ出てますよ。昔、俺もだいぶ前に買うてるな、20代の頃に買うてます。身長がね、テープに出してました。東大 VS 全教頭。新しくこの間出しましたけど、ね、その前にもテープで売ってたはずです、身長が。俺、だいぶ前に若い時に聞いて、もう三島かっこ悪いと思ったもん。で、三島はね、でもこういう写真が残ってるでしょ。で、かつ、三島由紀夫が一概の自衛隊で滑腹自殺したのもみんな知ってるじゃないですか。だから読んでないやつ、三島を知らないやつであればあるほどね、例えば、葉隠れ入門がええとかね、文化防衛論がええとかね、幽谷がええとかね、言うんですけど、全部おもろないから。特に文化防衛論なんか何書いてるかさえわからない。で、なんでそうなってるか言ったらもう先祖のことしか考えてへんねんて。どのケツ見てももう掘られへんようになってしまった自分ののしか考えてないねん、ほんまに。だから後期三島はかっこいいの。俺ら変態から言わせると。うわぁ、すげえなぁと思って。で、一遍うちの読者サロンでやりましたけど、せいさんと二人で言いましたけど、三島はね、晩年、切腹で性的興奮を覚えるようになるんです。マジで。で、当時から、今もあるんですけど、切腹マニアっているんですよ、今も。で、今も芸雑誌を見ると、切腹がメタファーになってます。それは三島由紀夫以降になったんではなくて、もう昔から切腹というのは、変態の世界の一つのジャンルなんです。で、それは、ホモセクシャルの世界だけではなくて、ヘテロの中でも、切腹というか、その内臓が出てくるということそのものに性的興奮を覚えるという人はいるんです。それは切腹フェチなんです。で、かつ、死なないことの方が聞くところによると性的興奮を覚えるそうです。すなわち、もがき苦しんでる姿そのものに性的興奮を覚えるそうです。で、三島はそれを表現してるんですよ。これはいただいた本なんですけれども、バラ系です。ご存知の方はご存知だと思いますけど。あんま見たかって何のことかわからんと思うけど、俺ら三島ファンやからおもろいと思うだけの話であって、普通の人見ても何のこっちゃわからんやろうけど、こういう感じですね。こういうことをやってるんですよ。写真としてはね、極めて上質な写真なんです。とても素晴らしい写真としてはね。ということなんですよ。三島の晩年というのは。で、立たなくなって最後この世界で立つということを覚えて、この世界にのめり込んでいって、最後実際に自分で切腹してみようと思ってやったのが、市ヶ谷の自衛隊乱入事件です。だからそれを知らないのよ。で、知らずに三島を語ろうと思って、三島が右翼だどうたらこうたら言うてるのに違うよ。この世界に行こうと思ったら愛国とか日の丸とか言ってた方が仲間見つけやすいから行っただけの話であって、何を言うてんのかわからない。別になんか文化防衛論とか読んでみって何言うてるかわからへんから。なんでか言うたらしたいって言いながら天皇陛下は素晴らしいって書いてんだもん。
俺も若い時右翼少年やったから文化防衛論が素晴らしいと思ったけど、普通に学問し終わってから見終わったら、なんやねんこの落書きでしかないよ。だって日の丸見て切腹して軍服着て切腹する写真一番燃えるんで、その写真撮る仲間募集って思いながら、愛国とか友国とか言うてるだけやから。などてスメロギは人になりたまいしって言うてるだけやから。そう要は見たいのが軍服着た人間が切腹する姿なので、コスプレとしてあれですよ、昔のロキノンみたいなもんですよ。バンドやろうぜ東方ボーカル希望、千釣りここうぜ東方切腹希望って書いてるだけの話ですから。ただそれだけのことなんですよ。ただね、僕らから見ると気持ち悪い、だから何なんだっていう世界に三島は全てをね投入するの。いやだから三島の論評でね、一番三島のことを正確に論評し得たのがね、猪瀬直樹と橋本治っていうのはよくわかりますよ。橋本治の三島の表この10年ぐらい前出てえらい話題になったあれ、冒頭三島の家がいかに滑稽だったかっていう写真で見てた三島の家の彫刻っていうのが、行ってみたら玄関上がってみたら4畳半のとこにポツンと立ってるだけで、なんでこんな無理なことしてんねやろうと思ったっていうとこから出だしで、橋本治の三島表っていうのはそこから始まるんですけど、橋本治は三島の滑稽さをめでてるんですよ。ものすごい写真でね繰り返し出てくる三島の豪邸というのがなんかもうすんごいチャチい家でなんか三島がギリシャ彫刻言うてるもんがなんか知らんけど、狭い玄関の端っこの方にポンと置いてあるだけで、なんやねんこの家と思ったっていうところからスタートするわけですよ。でそれをちゃんと書けるのは橋本治だからですよ。三島由紀夫は滑稽であると、三島由紀夫は変なんだと、だから愛おしいってことを橋本さんはちゃんと書いてるわけ。意味がわからなくて滑稽なのが三島由紀夫なんです。であれはね橋本治しか書けないですよ。ここから先あんま言いませんなということですよ。本人もそうやからですよ。まあ橋本さんの場合はねオープンにしてますから、別に隠してはるわけでもなんでもないですからね。でね、何を言いたいかっていうと、だからさっきの佐々木俊直みたいに三島がすごかった言うてるやつとか、例えば文化防衛論が好きですとか、葉隠れ入門が好きですとかね、若き侍たちへとかが好きです言ってるやつは、いかに三島を知らないかということです。めっちゃはずいんですよ。葉隠れ入門が好きですとか言うてるやつとか、文化防衛論が好きですとか、友国が好きですとか言うてるやつはめっちゃはずいんです。少なくとも佐々木俊直の部屋にはバラ系はない。少なくとも三島が死んだ週の週刊誌が本棚に入ってはいない。俺みたいに。俺はこう喋りながら三島が死んだ週の週刊誌があそこにある。取ってこようか今。ね、サンデー毎日、週刊朝日、週刊産経、特別号、週刊ポスト、プレイボーイ、週刊読売なんか週刊読売なんかまっすぐなこと書いてありますよ。三島由紀夫は女だった。で週刊現代がもうあまりにも衝撃的な三島売れてたしね、こういう三島由紀夫緊急特集号って、売れた作家が死んだんで、当時作家は偉かったんで、朝日芸能で1年後のサンデー毎日で、その当時のサンデー毎日で、僕は何よりもこれも何度もこの動画でも見せたと思うんですけど、素晴らしかったのは直後に出た週刊産経です。この三島の似顔絵の三島の本質の捉えっぷり、これが三島です。これが三島の本質なんです。これほど三島を表し得た似顔絵はない。和田さん天才ですよ、やっぱり。いや、みんなね、三島言うたらね、このイメージでしょ？このイメージでしょ？あるいはこのイメージでしょ？違うよ。三島はこれなんですよ。これが三島なんです。占いで青秒炭で弱くて弱々しくて自分に自信がなくて、どうしていいかわからない、ほんまは太宰治みたいに生まれてきてすいませんって言いたいんだけど、その言う根性もない。
太宰治みたいにほんまは家族のためやと思ってさくらんぼ買うてきたにもかかわらず、飲み屋でさくらんぼ全部食うてしまう自分を家帰る道で死んだ方がマシかなんて悩むところを素直に原稿用紙に書きたいけど、それを書くことさえする根性がない。だから三島は太宰が嫌い。太宰は弱さをそのままストレートに言える強さを持ってるから。だから三島は許せますじが嫌い。ならば許せますじは弱い自分を愛おしんでるから。素直に自分の弱さをさらけ出せる太宰治のことをどうしても認められない。で、自分よりもだいぶ先輩やけども、太宰が飲みに行ってるだけで周りの女がキャーキャー言うほどの男前であって、女全部指さしたら言ってたっていうことは自分もやりたいけどできない。モテないから。と思うと平岡君だけかわいそうでしょ？かわいそうでしょ？だから俺は三島が好きなの。おさむちゃんみたいになりたいのにおさむちゃんみたいになられへんしなみたいな。だからいかにね、東大、今回あちこちでね、東大全教頭 VS 三島の話をするやつ出てくると思うけど、全部偽物です。見てへんもん、現に。三島も読んでへんもん。だから僕はさっき猪瀬直樹と橋本治だけだって、その三島由紀夫のことちゃんとかけた。猪瀬直樹は、その弱々しさ、ダメさを、三島由紀夫は父親に憑依されてて、要はね、猪瀬の見方は正しいんやけど、平岡家の父親が結局三島を利用してたんだっていうストーリーなの。だから三島の評伝の猪瀬が書いた三島の評伝はペルソナってタイトルの名前。ペルソナは名作です。親父があらゆる意味で三島に憑依してんのよ。猪瀬のペルソナは名作です。その父親との関係で平岡君武、三島由紀夫というのを読み解こうとしたのが猪瀬直樹のペルソナで、要は後ろからの目線ですね。で、橋本治はしながら三島の顔を見ながら書いたのが橋本治の三島由紀夫論です。だから両方とも正しいんですよ。ちゃんと三島のしゃぶりに行ってね、こいつの大したことないって書いた橋本治もすごいし、三島の滑稽さを見て、なんでこいつこんなに滑稽やねやろ、こいつ本人が滑稽な人間になり果てるはずがない、なんでこんなに滑稽、親の影響や言うて、親のことをちゃんと書く猪瀬直樹も正しい。昨日みたいなことがあったから東大 VS 全教頭の話をいっぱいするやつが東大 VS 全教頭やって三島 VS 全教頭みたいなことを言うやつがいっぱい出てくると思うけど、みんな嘘やから。全部嘘。みんな知らんから、いかに三島が情けない男かということを知らないんですよ。で、三島の人気が復活してるのはわかるでしょ。俺が常に言うてるんや。弱さを認められない弱いやつばっかりやから右に行くんやよ。三島由紀夫はそのパターンなんです。自分の弱さを認められない弱い人間だから日の丸フランとしゃあなくなってくるんですよ。で見てみ、三島のことを知ったかぶりするやつ。俺が普段こんなに三島のこと好きなのにもかかわらず、普段の文学論議の中で三島の名前を出さないのはなぜかというと、三島を知っているということそのものがファッションとしてダサいのにもかかわらず、世の中見てみ、三島好きや言うてるやつ多いでしょ。絶対俺ほど知らんはずでしょ。でも。三島好きや言うてたらなんか、よう分かってる愛国者のふりできるから言うてるだけの話でしょ。で、葉隠れ入門が好きですとか、若き侍たちのためにが好きですとかさ。で、なんや言うてきたら多分あれやろ。多分小説で言うたら、金色が好きやとか言うんでしょ、どうせ。気持ち悪い。だから俺はそいつらに近づきたくないから三島の話を普段しないの。同じグループにいると思われたくないのよ。嫌なの。もう超気持ち悪い。俺絶対読んでない、三島なんて。お前全然読んでない。そうや。そう、ほんまその通りです。俺の叫び声はまさにこれです。ふざけんなと。よう言うてくれた。何考えてんねん。一緒にしてくれんなと。お前らと違うんじゃと。何考えてんねんと。お前らと全く違うんじゃ。ほんまにこの通り。こっちは変態やぞ、お前。お前らと違うんじゃ。こっちはお前、ちゃんとお前本職の変態やぞ、お前。本職の変態なめんな、ほら、お前。だから三島から見ると、太宰はもう圧倒的強者なの。原稿用紙に自分の醜さ、弱さを叩きつける根性のあるおさむちゃんには絶対なれないの。で、現場では夜の街では、太宰治は身長180超えたグッドルッキングの超イケメンやから、飲み屋の女とか全部お持ち帰りして、
もう一秒たりとも女日照りがない人生を歩んでるわけですよ。ほんで実家太いし、没落してへんし。ほいで、標準語喋らんとずっと青森なまりの、この僕の文学というものはね、みたいな喋り方をずっとしてるにもかかわらず、女がキュンキュンキュンって、ああ、太宰先生みたいな感じになって、当時はキャバクラがなかったですから、そのバーのお姉ちゃんとかを全部持って帰るっていう、まあ、ほんまマジな話で。で、なんやったら、こっちだけやなしにこっちにもモテる。で、別に交流が深くあったわけではないけども、そういう話をあちこちから聞く。で、自分も弱い人間やと思って弱い人間の小説を書いてる、弱い、その性的にひん曲がって弱い人間の小説を書いてるにもかかわらず、太宰みたいなことはできない。で、飲み屋に行ったら体が小さいから女の子からの目線が合わへんから池のメダカみたいな扱いを受ける。いや、ほんまにそうやねんって。背低いからね、三島。俺と一緒なんですよ。気持ちはようわかるの。背低いの。で、体細いの。ペラペラやの。で、全然モテへんかったんですよ。だから三輪明宏、有名な話あるでしょ。ダンスしてて三輪明宏に三島さんと踊ってると三島さんと踊ってるのか背広で踊ってるのか分かんなくなっちゃうって言われた。チークタイムでね、三島は売れた後、三輪明宏かまそうと言ったわけですよ。で、チークタイムで抱き寄せて踊ってたら、三輪明宏が三島さんと踊ってると、三島さんと踊ってんのか背広と踊ってんのか分かんなくなっちゃうって言われて、それで三島が泣いて帰ってるのよ。で、それで筋トレ始めんね。で、その情けなさをさ、言語化してさ、原稿用紙にぶつければいいんだけど、その強さがないのよ。自分が弱いということを言葉にすることができないの。弱いから。三島由紀夫はね、身長163センチで僕とほぼ一緒です。で、一方でね、当時ね、もう一つね、これはみんな嫌いやから評価しないけど、もう一人天才がおったんですよ。同時代の天才が、石原慎太郎という。石原慎太郎はね、どう考えても天才なんですよ。文学的には。やっぱり石原慎太郎すごいのよ。政治家としては最低で人間としては最低やけど、石原慎太郎の小説面白いでしょ。すごいっすよ、やっぱり。人間としては小物で、本当にアホで、どうしようもないクソ右翼やけど、めちゃめちゃすごいんですよ、小説は。で、石原慎太郎みたいな小説も書けないわけ。で、ちょっと上の世代やけど、太宰治みたいな小説も書けなければ、石原慎太郎みたいな小説も書けないし。行くとこないやん、線釣りと筋トレにしか。どっちもできひんねんもん。かたや俺は弱い人間、汚い人間、弱い人間、ボロボロの人間なのに女にモテて困っちゃう。で、また女騙してしまった、酒飲んでしまった、お金もない、どうしよう。それで家族は泣いているにもかかわらず、自分はどうしようっていうことを素直に書ける太宰治と、左、ちょっと斜めを見たら太宰治があって、左ペッて見たら今度はこっち側に石原慎太郎みたいな。女それも金と暴力で行ったらええやろ。って開き直ってるやつ。行くとこないやん。どっちも行かれてんねんもん。それでもうどうしようもないと、もう自分はどうしようもないと思った時の三島由紀夫がこの写真を撮られてるということのかわいそうさがわかりますか？俺が滑稽だと言っている田島陽子のようにピエロというものの存在が絶対必要だと思ってピエロをやってるんではなくて、田島陽子が偉いのは自分がピエロをやることが何よりも大切だと、それが抵抗であるっていうことを分かって田島陽子はピエロをやってるけれども、三島は自分はヒーローだと思ってここやっていけるやろうと思うところでお前通用せえへんって必ずどこの世界でも言われんねん。そう思うと市ヶ谷で自衛官たちが三島の必死の叫びを聞かなかったの分かるでしょ。だってペコペコやねんもん。薄っぺらいねんもん。ピエロというのは自分はピエロであって笑われるものであるということを分かって演じているのを分かって見てるからピエロを見てはこっちは笑えるんです。安心できるんです。でも三島由紀夫のピエロは自分はほんまはアベンジャーズのヒーローやと思ってるにもかかわらずやってることピエロだから周りの人間から笑われるんです。でずっと笑われてたんです。死ぬ直前まで。それが三島なんです。でそう思ってこの写真を見るとこの写真の痛々しさがわかるはずです。滑稽であり痛々しいんですよ。だからこっちは本職の変態だから可愛いと思っちゃう。だから素敵と思っちゃうの。ああそうね、石丸伸二に似てる。みんなさっきから河合祐介っぽい言うてるけども、もっと言うと石丸伸二っぽいんですよ、三島由紀夫って。よう似てる。石丸伸二によう似てる。無理に現代の日本に比較対象を求めるとね。だからその東大に神谷宗平が来て
なんか話をしようとしたことを、その三島由紀夫 VS 全教頭をなぞらえて佐々木俊直みたいにアホみたいに言うやつがおったら、お前は間違ってる。なぜならば菅野保のように変態ではないからって言ってあげてください。三島を理解するためには俺ぐらい変態でないとダメです。お前は変態ではない。従って三島を理解していない。ド変態の菅野保に任しとけって言うといてください。頭が真っ白になってチャンネル登録してしまったと言いなさい。